アミ、小さな宇宙人。ずいぶん遠くの星に来た。空にとてつもなく大きな太陽が見えた。地球から見える太陽よりは50倍くらい大きく感じた。ところでアミ、ここは一体どこなの？オフィル星だよ。ここに住んでいる人たちは地球にルーツを持っているんだ。え？ペドリート、地球人には知らないことがたくさんあるんだよ。今から数千年前のことだ。地球には現在とほぼ同じような文明が存在していた。でもその文明は科学のレベルが愛のレベルをはるかに上回ってしまっていたんだ。当然起こるべきことが起こった。自滅してしまったの？うん、完全にね。でも少数の人たちは前もって何が起こるのか知らされ、他の大陸に逃げた。君たちはあの時生き延びた人の子孫なんだよ。とても信じられないよ。僕は歴史の本にあるように原始人から始まったのかと思っていたよ。で、オフィルの人たちはどうやってここに来たの？我々が連れてきたんだ。700度かそれ以上ある人を選んで助けたんだ。もし今後地球に同じような大災難が起こったら、また何人かの人を助けることになるの？その通りだよ。700度以上のすべての人をね。僕は心配になって質問した。アミ、僕700度ある？そう質問してくると思っていたよ。でもね、それは前にも言ったように答えるわけにはいかないんだよ。じゃあどうしたら700度以上あるかどうか知ることができるの？それは簡単だよ。何の損得もなく人のために尽くしている人は皆700度以上あるんだよ。君は人は皆他人に対して良い行いをするように心がけるべきだと言ったけど、僕が言った他人っていうのは自分の家族とか自分の会社とか友達だけという意味じゃないんだよ。また良いと言った時には宇宙の基本法を破っていない行いを意味しているんだ。どうしてそれがそんなに重要なの？それはもしこの法を知らないと良いことと悪いことの区別がはっきりつかないんだよ。多くの人が良いことをしていると思い込んで武器を発明したり自然を破壊したり、誰も悪いことをしていると思っていない。それはみんなこの宇宙の基本法を知らないでいるからだ。たとえ知らずに犯したのであっても、自分たちの暴力の償いは自分たちで支払わなければならなくなってくる。うわー、そんなに重要なものとは思ってもみなかったよ。これは
とても重要なことなんだよ。地球の人がこれを知ってただ実行するだけでもう地球が本当の天国に生まれ変わるのに十分なんだよ。まずはオフィルの世界を覗いてみよう。ここでは皆その法を知っていて実践しているからね。高度300メートルくらいをゆっくりと進んだ。丘や平地をさまざまな色の植物が絨毯のように一面を覆っていた。銀色の小川や水色の湖もあった。その風景は天国を思わせるものがあった。都市はどこにも見当たらない。オフィルにも他の文明世界にも都市というものは存在していないんだよ。どうして？都市っていうのはね、たくさんの欠点があるんだよ。一つの場所にあまりにも多くの人が集まることで生まれる精神の異常によって人にも星にも悪影響を与えることがある。星にも？星だって一つの生命体なんだよ。唯一命のあるものから命が生まれるんだ。地球の起こすことは人に、人のすることは地球に影響を与えるんだ。でもどうしてたくさんの人が一つの場所に集まることが精神の異常を生み出すの？なぜなら人々は幸せじゃないからね。それを地球が感じるんだよ。人々には自然や空間が必要なんだ。花や木や庭が。たくさんの人が歩いていた。とても驚いた。なんと彼らは巨人だった。彼らは身長が3メートルくらいあるんだ。大抵皆一人でなく何人かのグループで歩いていた。おしゃべりしながら腕や肩を組んだり手をつないだり、とても明るく陽気でつまらない取り越し苦労などしてないように見えた。地球では人々はとても不機嫌な顔で歩いているのに、ここオフィルではまるで皆お祭りか何かのようにウキウキしていた。どうしてみんなあんなに嬉しそうなの？生きることを楽しんでいるからさ。それじゃまだ何か不足だとでも言うのかい？でも問題は抱えてないの？物事を問題として考えるのではなくて、乗り越えるための自分自身への挑戦として考えているんだよ。だからここではみんな元気だ。でも僕のおじさんは人生は解決すべき問題があるときのみ意味を持ってくるって言ってたよ。君のおじさんが言っているのは頭にとっての問題だ。君のおじさんは一つの頭脳のみが活発なんだ。もう一つの情緒の頭脳が働いていない限り、頭は停止できないコンピューターに過ぎない。それじゃまるで僕のことを言っているようなものだ。僕も
ずっと休みなしに考えている。じゃあ考えるということの他に何があるの？感じることだよ。見えるもの、聞こえるものに喜びを感じること、手で触れること、意識して呼吸すること、嗅ぐこと、味覚を味わうこと、たった今の現在を満喫することだよ。君は今この瞬間幸せかい？わかんない。ちょっとでもいいから考えることをやめてごらん。ずっと幸せになれるよ。君は今宇宙船の中にいて、進んだ世界をここから見ているんだ。この今という大切な瞬間を無駄にしてはダメだよ。アミの言う通りだと思った。でも一つ疑問があった。じゃあ思考は何の役にも立たないってこと？もちろん思考は役に立つよ。だけど思考は人間の持っている最高の財産じゃないんだよ。じゃあオフィルの世界を観察してみよう。機械が黙々と働いている田んぼや畑が現れてきた。人の全く住んでいないところもなければ、都市のように人々の集まっているところもなかった。ところでアミ、オフィルにはいくつの国があるの？一つもない。文明世界だからね、オフィルは。ふーん。じゃあ、大統領は誰なの？大統領なんかいないよ。じゃあ、誰が命令するの？命令？ここは誰にも命令なんかしないよ。でも、じゃあ、誰が組織するの？それなら話は別だ。でも、ここはもう、皆、組織化し終わっている。皆、計画が立てられていて、機械がほとんどやってしまうからね。じゃあ、みんな何をするの？人生を楽しく、充実して生きることだよ。楽しんだり、勉強したり、助けの必要な人を援助したり。でも、我々の世界は大抵の問題は解決済みなので、主に未開文明の手助けをするんだよ。例えば、メッセージを送ったり、僕がやっているように君のような人と直接コンタクトを持ったりね。ところで見渡したところ、どこにも金網が張ってないようだけど、どうやって自分と他人の土地を区別するの？その必要はないんだ。ここではすべてのものがみんなのものだからね。じゃあ誰も進歩することに関心を持ってないの？言いたいことがよくわからないな。他の人に差をつけて抜き出ることだよ。より高い進歩度を持つことかな。それなら精神訓練があるけどね。その度数のことじゃないよ。他人より余計に持つことだよ。
余計に持つって何を持つんだい？お金だよ。でもここにはお金は存在していないよ。じゃあどうやって物を買うの？売り買いはしない。もし誰かが何か必要なものがあったら言って持ってくる。なんでも？必要なものをね。どんなものでも？耳に入ってくる言葉がとても信じられなかった。もし誰かが何かを必要とし、その必要なものがそこにある。それを持ってきてどこがいけないの？じゃあこの円盤は君のものなの？今は僕が使っている。君もそうだ。君のものかどうか聞いているんだよ、アミ。ペドリート、君のものって、君が言いたいのは所有ということだと思うけど、それは前にも言ったように、すべてのものがみんなのものなんだよ。必要な人が必要なものを必要な時に使うんだ。ほーん。法律はないの？ある。でも例の基本法に基づいていて、すべての人々が幸せになるよう作られているんだ。じゃあもうそろそろその素晴らしい法を教えてくれても。もうちょっとの我慢だよ。じゃあもしその法を誰かが破ったらどうなるの？当然苦しむね。罰したり牢屋に入れたりするの？ここには罰もなければ刑務所もない。もし誰かが何か悪いことをした場合、その人自身が苦しむことになるんだよ。つまり自分で自分を罰するんだ。自分で自分を罰する？それどういうこと？アミー。ペドリート、例えば君はおばあちゃんの方を殴ったりする？なんてこと言うの？そんなこと絶対しないよ。もし仮に殴ったと想像してごらん。どう感じる？そりゃとても心が痛むよ。とても後悔するし、耐えられないことだよ。それが自分で自分を罰するということだよ。人が罰することも投獄することも必要ない。例えばここでは誰もしないことがあるけれど、それは法が禁止しているからしないんじゃないんだ。君はおばあちゃんを傷つけたり、彼女のものを盗んだりなんかしないだろう。それどころか反対に助けたり保護したりするだろう。もちろん。だって僕おばあちゃんのこと愛しているもん。ここではみんな愛し合っているんだ。みんな兄弟なんだよ。突然まるで目から鱗が落ちるように理解できた。この世界の人々はお互いにみんな愛し合っている大きな家族なんだ。だからみんなすべてを分かち合って
仲良く生きているんだ。宇宙のすべての文明世界はみんな同じように組織されているんだよ。それじゃ、組織の基本は愛なの？その通り、ペデリート。やっとわかったね。それが宇宙の基本法なんだよ。とても単純で当たり前のことのようであるけれど、これを感じ、身につけるのは簡単なことじゃない。でも、どうしてそんなに大変なことなの？我々の内部には障害があって、それが一番素晴らしい感覚である愛を塞いだり、ブレーキをかけたりしているんだ。その障害ってエゴだよ。自我、自己、うぬぼれ。我々自身に対する間違った考え。エゴがたくさん育っていると、人よりも自分がずっと重要だと考えるようになり、人をバカにしたり、利用したり、人の人生を支配する力まであるように思い込んでくる。エゴは愛を育てる時の大きな障害になっているから。人に対する思いやり、優しさ、愛情などを感じさせにくくするんだよ。人間の進歩とはエゴを少なくして愛が育っていくようにすることを言うんだよ。じゃあ地球人はエゴをたくさん持っているっていうことなの？それはそれぞれの人の進歩の度合いによるよ。じゃあまた見学を続けよう。